デミアの一番くじを10回引いてきましたので、こちら紹介していきたいと思います。はい、もう前回はですね、僕のヒーローアカデミアのね、グッズに命をかけていると言ってましたが、一番かけているのはお金です。もう前回はね、C 賞以外の賞が全部出るという、もうめちゃくちゃな紙引きをしたわけですが、さて今回はどうでしょうか。というわけで早速紹介していきたいと思います。はい、それでは、毎度のことながら早速ラインナップの方を紹介していきたいと思います。はい、まず A 賞がスペシャルシーンセレクション、 B 賞が緑谷いずくレイアートクリアスタンド、 C 賞が爆豪華付きのレイアートクリアスタンドで、 D 賞がうららかお茶子のレイアートクリアスタンド、 E 賞が轟ショートのレイアートクリアスタンド、 F 賞が霧島英二郎のレイアートクリアスタンド、 G 賞が雷電機のレイアートクリアスタンド、 H 賞が二郎京香のレイアートクリアスタンド、 I 賞がロールケース、 J 賞がモチーフメタルチャーム、 K 賞がラバーチャーム、そしてラストワン賞がカラータオルということで、このようなラインナップになってるんですけれども、今までの一番くじと比べたら賞の数が多い。だって今回 A から K まで賞があるので、なんと11種類ものグッズが展開されておりまして、まあ多い。で、ちょうど発売日が私仕事でちょっと朝一狙いに行けなかったので仕方ないから、仕事終わってから引きに行こうと思って、仕事の帰りに引きに行ったんですよ。で、そのお店に行ったら、なんと D 賞と H 賞と I 賞、この3つがなんと終了してたんですよ。いやー、人気すぎ。いや、本当にびっくりした。発売当日で、3つの賞が終了してると思わなかったので、待って、これコンプリート狙えんなと思って10回だけ引いてきたんですよ。じゃあ他の店舗も巡って賞が残ってるところに行こうかなって思ってたんですけど、あんまりそううろちょろしたくないし、でもこれプラスに考えたら A 賞がまだ出てないので、A 賞が出る確率が上がってるじゃないかと思って、あえてね、ちょっとコンプリートは狙えないんですけど A 賞狙うにはここが一番いいと思って引いてきたわけですね。この3つの賞がない中、アキラは何を引いてきたのか早速紹介していきたいと思います。はい、もうまず最初は、比較的当たりやすい一番下の賞からです。はい、こちら K 賞のラバーチャームが3つ出ました。もう前回はね、このランダム要素でまさかのファットガムが被るっていう悲劇が起こりましたが、はい、今回のラインナップは14種ということで、14種類もあれば、さすがに被らない。というわけで早速ね、開けていきます。今回はね、もうね、いろいろグッズ持ちすぎてね、本当に誰が出ても私 OK よみたいなってるので、雷くんとかジロちゃんとか、あとヴィランとかってあんまり持ってないので、あんまりというかもう持ってないので、ちょっと持ってないキャラが今回は出てほしいなと思います。というわけで、じゃあ1個目いきます。はい、せーのー、じゃん。やったー、霧島くん。いや、もう霧島くん大好き。私霧島くん大好きなの。いや、まさか一発目で来てくれてありがとう。というわけで、霧島くんのグッズも私だいぶ、増え始めております。じゃあ2つ目いきまーす。せーのー、じゃん。轟くん、ありがとう。轟くんのグッズも増えつつある。いや、かっこいい、かっこいい。ね、私の推しメンが出るというくじ運の強さ。いや、でもね、やっぱり持ってないキャラクターも欲しいんだよ。このね、運の良さはいいと思うんだけど。じゃあラストいきます。せーのー、じゃん。うわ、デクきたー。ありがとう。待って、今回さ、ちょっと被らずに、この3人、デク、轟くん、霧島くん出てくれました。めっちゃ推しメンだらけ、ありがとう。はい、では次の賞も、比較的で安い賞です。こちら、じゃーん。はい、J 賞のモチーフメタルチャームです。こちらも3個出ました。はい、今回は
はこのモチーフ、メタルチャームということで、6種類ですね。ラインナップこのようになっております。それでは、まず1個目はこちら、じゃじゃーん。はい、こちら緑アイズクをモチーフとしたメタルチャームとなっております。やったー、でくじゃー。いや、待って、想像以上にかっこいいこのメタルチャーム。はい、ちょっと袋から出したらこんな感じになってるんですけど、待って、これめちゃくちゃかっこいい。なんか私の中ではなんかちょっとどうなんだろう、ちょっとなんかダサいイメージあるなって正直思ってたんですけど、これはマジでかっこいい。これは当たりだわ。いやー、デクありがとうというわけで、いや、これはちょっといいぞ。このメタルチャームなんかちょっといっぱい欲しいな。2個目いきたいと思います。せーの、じゃん。はい、これは、はい、こちらはね、おちゃこちゃんを、モチーフとした、メタルチャームになっております。待って、いやマジでね、想像以上にかっこいい。はい、ピンクの文字で「うららか」って書いてあってね、これはね、かっこかわいいっていう感じで、いやいいね。これ今回のこのメタルチャームめちゃくちゃ気に入りました。はい、それでは、メタルチャームラストいきます。せーの、じゃん。いやー、もうありがとう、推しメンばっかり。はい、こちら轟くんのモチーフメタルチャームです。やったー。もうなんか今回推しメンしか出てないよ。ちょっと嬉しいよ、嬉しいよ、嬉しいよ。はい、こちらがね、はい、轟くんのモチーフメタルチャーム。待って、普通にかっこよくないこれ。めっちゃかっこいい。はい、続きましてこちら、じゃじゃーん。はい、なんと F 賞の霧島くんのレイアウトクリアスタンドが出ました。やったー、推しメンありがとう。いやもう今回さ、推しメンパラダイスだよ。いやもう本当に嬉しい。はい、というわけでこちらもね、アクリルスタンドということでちょっと開けていきまーす。はい、一回開けてみたんですけど、このようにクリアパーツが3つに分かれてて、でそして付属のパーツがついております。はい、完成いたしました。はい、この3枚あるんですけど、この1枚1枚描かれていることによってこう立体感が出ているという、めちゃくちゃいい。またこうやってスタンドで立って飾れることもできるので、めちゃくちゃ良いです。満足です。はい、というわけで、F 賞の霧島くんのレイアウトクリアスタンドでございました。続きましてこちら、じゃじゃーん。はい、E 賞の轟くんのねクリアスタンドが出ました。やったー。ほんまに今回推しメンだらけ、本当にありがとう。いや、私のチャンネルのね、視聴者さんはベビーメタル大好きっていう、方たちいっぱいなので、この僕のヒーローアカデミアとか、アニメに関してちょっとわからないなっていう人が、めちゃくちゃたくさんいらっしゃるんですけれども、でも楽しそうにね、こうやって開封してるアキラさん見れてこっちも楽しくなりますっていうのをコメントを見て、めちゃくちゃ、私もほっこりしております。本当にわからない中、この動画を見ていただき本当にありがとうございます。ヒロアカのグッズに関しては本当に命とお金をかけて、集めてきてるので、私がねどんなグッズを持ってるのかとか、どういうグッズに興味があるのかとか、やっぱりちょっと見てほしいなっていう部分はありますね。はい、やっと組み立て終わった。なんか地味にね、組み立て大変はい、というわけで轟くんのクリアスタンドこんな感じです。いやかっけーな、かっけーな、いやかっけーないや、組み立てて思ってたんだけど、ちょっとねこれほこりとか溜まったらね、掃除大変そう。いやでもね、多分それ気にせず私飾っちゃう。はい、次。はい、続きましてこちら、じゃーんじゃーんじゃーん。ねえ、ここに来てさ、これかぶる？普通この辺のさ、ラバーチャームとかさ、このメタルチャームとかランダム要素がかぶるならわかるよ。なぜ新章が2つ出るんだ。いや、こういうコレクターさんでたまにいるじゃないですか。こっちは飾る用で、こっちは保管用でっていう方いらっしゃると思うんですけれども、私もね昔アニメグッズ集めてた時はそうやってた時もあったんですけど、
いかんせん場所取るんですよ。場所取るから、そういう保管用とかやっぱ保管しとってもなんか意味ないなと思って、やっぱりこういうものは、まあ、フィギュアに関してもやっぱり飾っておくべきものだなと思って、私はそういうなんか保管用とか飾る用とかっていう分けるのをやめたんですけど、あとはなんか筆記用具とかさ、クリアファイルとかっていうそういう実用的なものに、走っていったわけなんですけれども、ちょっとこの C 賞に関してはなんか嬉しいんだけど納得いってない自分がいるっていう、状態です。暑い。ちょっと窓開けよう。はい、というわけで、かっちゃんのね、クリアスタンドできました。めっちゃかっこいい。もういい感じ。はい、というわけで今回10回弾いてみた結果、このような、形になりました。まあね、ちょっと前回の結果に比べたら、まあ、ちょっとまずかなっていう感じなんですけれども、まあこのクリアスタンドが、4つも手に入ったのでよかったなって思わねえよ。いやここまで轟くんまではよかったんだよ。轟くんまではよかったんだけどさ轟くんまではよかったんだけど、なぜこの C 賞が2つかぶるんだっていう感じで、私的にはもうこれが全く納得いかなかったんですよ。もしね、これがかっちゃんが1つでもう1個ね、誰か出てくれたら私は平和的に終われたんだ。だけど私の中ではもうこれがマジで納得いかなかったんですよ。もう一回弾いてきちゃいましたじゃあもう一気に出します。せーの、ダーンというわけで、追加購入いたしまして、このようなグッズを、手に入れました。ありがとうさっき弾いたのは発売日当日に弾きに行ったわけなんですよ。私がね10回弾いて残り20回ぐらい残ってたんですよ。で A 賞も結局出なかったしっていう感じで残り20回残ってて、でも発売日当日でこれだけくじが引かれてるっていうことは、もう次の日にこれなくなる勢いなんじゃないかなって思って、次の日も同じ店舗に行ったんですよ。でそしたら案の定もうなくなってる商品とかいっぱいありまして、じゃああと何回あるんだろうって数えたら9回だったんですよ。残り9個、残っておりまして、でしかも奇跡的に A 賞がなんと2つも、残っておりまして、待って A 賞残っとる上に残り9回引いてしまえばこのラストワン賞がもらえるってなって、一瞬悩んだんですよ。この9回で私のこれを全てをかけるかどうか、悩んだのは1秒ぐらいでした。すいません、これもう残り全部引きますって言って、引いてきた結果がこちらです。もう最高、ありがとうというわけで、ちょっと軽く紹介していきましょう。2回目引いたやつがラバーチャーム、こちらK賞ですね。K賞のラバーチャームが、かっちゃん、雷くんで、ちょっと残り2つはさっきと、かぶりまして、はい、こちら霧島くんと轟くん、こちらちょっとかぶりました。で、メタルチャームが1個出まして、はい、こちら、爆豪勝樹のモチーフですね。こちらメタルチャームは見事にかぶりませんでした。もう推しメンばっかりありがとう。でそしてこのクリアスタンドの雷くんが、来てくれました。でそしてまたちょっと複雑な霧島くんかぶりっていう感じだったんですけども、最後の最後は気にしませんでしたね。だってさ、この A 賞2つとこちらラストワン賞が手に入ったんだもん。もう今までのかぶりなんてもうどうでもいいってなったよね。まずはちょっとこの A 賞のスペシャルシーンセレクション、ほんまに私ねこれ欲しかったの。本当に欲しかったからマジで嬉しい。はい、表紙がね、はい、このようになっております。いやめっちゃ大満足なんだけど、これ A 賞いいね今回。マジでこれはやばい、本当に語彙力嬉しい A 賞が、2つも、当たりまして、でそしてなんとラストワン賞、いやマジでね嬉しい。もう今までね一番くじってたくさん引いてきましたけど、ラストワン賞手に入れることってまあなかなかないんですよね。
このラストワン賞を手に入れれるのって本当にそのタイミングなんですよね。でそのタイミングを伺うのもめちゃくちゃ難しいし、はい、というわけで今回のラストワン賞のタオルやっぱでかい、めっちゃでかい。念願のラストワン賞を手に入れれました。やったー。はい、前回のタオルが、ちょっとこういう感じだったんですけれども、はい、今回のはねもうでけえ。もうこんな感じで、バスタオルまでとはいかないけど、バスタオルとしても使えるかなっていうぐらいの大きさで、めちゃくちゃかっこいい。本当にね、使うのもったいないね。みんなどうしたらいいと思うこれ。いや、飾るにしてはでかいし、かといってなんかタンスの奥にしまっておくのもなんかもったいない気がするし、かといってもう袋から出しちゃったし、これは使えってことだよね。今回はですね、なんと19回も、引いて無事ラストワン賞も手に入れれたわけですが、お値段の方はあえて口にしません。分かりやすく言うと、ベビーメタルのライブ DVD が、1枚は買えるよっていう値段です。こんなにめちゃくちゃ大量に、引いてしまったが上に、ちょっと他に引きたかった一番くじが引けなくなるというちょっと、悲惨な事態にはなってしまいましたが、でもめちゃくちゃグッズ手に入れれたので本当に、大満足でございます。というわけで本日もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。そして Twitter、Instagram もやっておりますので、下の概要欄のリンクからフォローよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さらに向こうへプルスウルトラ。